弱みが強みに変わる3秒ポジティブ変換ブック。たった3秒で世界が変わるかもしれません。3秒で自分が変わる、未来が変わる。どうして私はいつもネガティブに考えてしまうんだろうと自分を責めていませんか？もうその必要はありません。だってネガティブ思考は才能なのですから。実は私は根っからのネガティブ思考の人間。かつてはポジティブ思考なんて私には縁がない。そう思っていました。20代前半の頃、私はネガティブすぎる性格が原因で大切な友人と疎遠になりました。あなたのことは大好きだよ。でも正直一緒にいるとネガティブが伝染しそうなの。いつも後ろ向きな言動ばかりしていたので、疎遠になっても仕方なかったと思います。友人の言葉に悲しくて涙が止まらなかった反面、妙に納得してしまう自分もいました。でも、どうしたらよいのかわからなかったのです。幼い頃からネガティブ思考だった私。ポジティブなあの人が羨ましい。私はあんな風に生きられない。だって私は不幸だから。そんな風に考えていました。人生に絶望していた私ですが、ある時身近にいるポジティブ思考の人を見ていて、どうしてそんな風に考えられるんだろうとひたすら観察し始めました。最初は私とは人種が違うとしか思えませんでした。しかしながらだんだん物事を悪く捉えてる自分、なんだか損してるなと悔しくなってきたんです。そうして気がつきました。私が不幸なのではない。物事のプラスマイナスを決めるのは世間の基準や常識ではなく自分の捉え方なんだと。私に一筋の光が差しました。これまでは自分の苦手分野や悪いところばかり目についていたけど、いいところだってあるかもしれない。いつも失敗ばかりだったのも成長の過程だったのかもしれない。捉え方の癖を少しずつ変えてみよう。それからは見よう見まねでポジティブな人の考え方を真似したり本を読んだりして新しい考え方をたくさん取り入れました。例えば嫌なことがあった時、これまでは自分の不幸を嘆いて友達に愚痴を言うばかりでしたが、勉強になったよねと少し背伸びをしてでも捉え直しました。最初からできたわけではありません。少しずつ考え方を変換し続けたんです。あれから4年、私は今好きなことを仕事にし、たくさんの友人に囲まれ、前だけを見て突き進める自分に生まれ変わりました。私が特別だったからポジティブマインドを手に入れられたのでしょうか。いいえ、私はただネガティブで弱いという自分の本質と付き合いながら、自信を持ってポジティブに生きられるよう努力してきただけの後天的ポジティブです。そう、自分を変えたくて今この本を読んでいるあなたと同じなのです。生粋の超ネガティブゆえに必死で前向きに明るく生きる方法を模索して、そうして編み出したポジティブ変換を本書ではお伝えしたいと思っています。例えば、心の余裕がない、完璧主義の頑張り屋さん、人と比べて落ち込む、人の良いところを見つける天才、思ったことが言えない、言葉を選ぶ品性がある。私も家にいるときは、間違えた、でも学べたからよかった、経験値アップ、などと声に出しています。家の外ではさすがに声には出せませんが、ネガティブな出来事をネガティブな事実のままで終わらせないよう心がけています。こんな風に一見弱みに思えるようなことでも強みに変えていくことができれば、いいことがたくさんあります。そして今よりもっと自分を好きになっていけます。難しく考える必要はありません。まずは本文をパラパラとめくってみてください。一つの項目をざっと読む。そのたった3秒で気軽に思考チェンジできます。そうして読み終える頃には、あなた自身でいつだってどんなことも変換する力が身についているはずです。私なんてという考えを捨て、自分を信じてトライしてみてください。
弱さがある私たちは、ちょっとしたことで傷つくし、不安になるし、泣きたくもなる。でも、それでいい。弱いままで強くなればいいのです。さあ、あなたもポジティブ変換の扉を開いてみましょう。こんにちは。ハピケンことハッピー研究所の翔です。今回は、弱みが強みに変わる3秒ポジティブ変換ブックという本をご紹介します。不安になったり悩んだり落ち込んだり、誰にでもそういうことってありますよね。思い返してみると、自分の人生ずっと悩んでうつむいているままだったなんていう人もいるのではないでしょうか。どうせ自分はネガティブな人間だし、こんな風に自分を決めつけてしまっている方もいるかもしれません。でも大丈夫です。あなたは今のままでいいんです。そのままこの本のページをさっと眺めるだけで考え方が180度ガラリと変わってしまうんです。たったの3秒であなたの弱みが強みに変わってしまうんです。著者はまゆ姉さん。大学卒業後ネイルサロンを開業するが失敗。貯金が底をつき、田舎の山奥にある築70年のオンボロの家に引っ越すのですが、その生活を YouTube で配信したところ、テレビ番組で紹介され話題になります。発信者として活動していくうちに、自信を持って生きられる女性を増やしたいという思いが生まれ、自身の経験をもとにした唯一無二のポジティブな言葉やライフハックなどを紹介し、瞬く間に有名に。活動開始から1年半で SNS 総フォロワー数は100万人超えとなります。そんな彼女がたくさんもがきながら見つけた前向きに生きるコツ。たった3秒で弱みが強みに変わる魔法を教えてくれるのが本書なんです。本動画では本書のこの雰囲気をほんの少しだけご紹介したいと思いますので、ぜひ最後までご覧になってくださいね。そして今回も幸せのダイヤモンド探しがございます。このハッピーダイヤモンドを動画のどこかに5つ置いておきましたので、見つけてみてくださいね。見つけたら小さな幸せゲットですからね。それでは続きをどうぞ。ハッピー研究所では幸せになるためのいろいろなノウハウをご紹介しています。チャンネル登録して一緒にハッピーを作っていきましょう。外見のことで傷ついてきた。だからこそ人をむやみに評価しない自分になれる。私は中学の頃、他人から言われたある言葉で拒食症になりました。それは、太ったでしょうというたった一言の嘲笑でした。たったそれだけでと驚かれる方もいると思います。ですが、思春期で体型の変化を感じていた頃の多感で繊細な当時の私の精神を崩すには十分なきっかけでした。髪は抜け落ち、月経は止まり、常に震えていて学校で倒れる。拒食症になり、そんな思いをしたからこそ、私は他人の体型や容姿を絶対に評価することなんてしないと決めました。もしこの時傷ついていなければ、今の私はいないでしょう。今の私が最もなりたくない人の容姿をけなす側になっていたかもしれません。それならば、私は辛い思いをしてきて本当に良かったと思うのです。それに面と向かって見た目に対する悪意を向けられた場合、あなたに問題があるのではなく、100% 相手の内面に問題があると私は思います。想像してみてください。もしもあなたが人を傷つけることを何とも思わないような人に好意を寄せられたら、考えただけで逃げ出したくなりますよね。どうでしょう。そんな人の好みでなくて本当に良かったと胸をなで下ろして安堵したでしょう。そもそも相手のセンスがないのです。他人の容姿を勝手に採点する人の方がおかしいということを忘れないでください。そんな人のくだらない言葉より、どうか私の言葉を胸に留めてください。あなたは可愛い。どんなあなたも可愛い。あなたのことが大好きです。容姿に自信が持てない。コンプレックスはむしろ武器。高校生の頃は中学生の頃の反動で過食症になりました。急激に太った私は
体型のことで周囲からの目が気になるようになりました。身長も高かったので、デカなどと言われることも多く、私はでかいから周りの邪魔にならないように、と猫背の癖が身についたのはその頃です。しかしながら、その狭い世界を抜け出してみれば、でかいから邪魔なんてことはなく、私が悪いわけじゃなかったんだと思えるようになりました。ただ、揶揄する人が周りにいるかいないかだけ。当時は隠そうと思っていた身長も、思い切って胸を張ってヒールを履いて背筋を伸ばしてみると、不思議と気にならなくなりました。反対に身長が低いことで悩んでいる方もいるかもしれませんが、私のように身長が低い人に憧れている人もたくさんいるということを知ってほしいのです。いつも年齢より上に見られる面長も、顔つきが与える印象としてしっかりしているように見える、上品に見える、信頼される、などたくさんの長所があります。反対に丸顔には朗らかな印象を与えたり若々しく見えたりする良さがあります。こんな風に自分がコンプレックスと捉えていることが実は武器だということがあります。私は髪の毛が硬くて太いけど、剛毛っていうことは年を重ねても髪の毛の量で悩まなさそうよね、とよく言っています。容姿の特徴は全部あなたの素晴らしい個性です。情緒が不安定で落ち着かない。私って面白い女。急に機嫌が悪くなる。ちょっとしたことでイライラする。自分でもどれが本当の私なのと思ってしまう情緒の波。私は数年前まで朝起きた時の自分のメンタル次第でその日が決まるといった感じで自分の感情に振り回されてばかりいました。最近は規則正しい生活を心がけるようになって見違えるほどマシになりましたが、それでも時々情緒の波はやってきて、さっきまでご機嫌だったのにもう気分が悪い。私ったらどうしちゃったのと自分に話しかけることもしばしば。こうした情緒の波に悩んでいる方も多いのではないでしょうか。だけど考えてみたら当然です。だって私たちは抗うことのできないホルモンバランスという十字架を背負って戦っているのですから、十字架を下ろせるならとっくに下ろしています。それでも私たちは一生懸命背負って頑張っています。なんて偉いの。女子の複雑なメンタルは自分自身でも予測不能で当然です。自分の心をできるだけ安定させる努力もぼちぼちするけれど、もういっそ私という名のジェットコースターを楽しんでみませんか。上がっても下がっても全部本当の私。どっちがいいとか悪いとかはないと思うんですね。むしろたくさんの感情があるってエネルギーに満ちたパワフルな人。平坦な道を一定速度で進むだけではきっと私たちは退屈してしまいます。トリッキーなアトラクションだからこそ面白いってもんです。さあ、今日からはいろんな私を楽しんでみませんか。こんな自分もいいよねってな感じで許してゴー。しっかりしなきゃと追い込んでしまう。6割くらいの力で他の人の全力くらい出てる。もっとしっかりしないと私はダメだ、できていない。そんな風に思っているあなたはとてつもないほどの頑張り屋さんです。そんな頑張り屋さんのあなたには肩の力を抜くくらいがちょうどいいと思うのです。実は私も全てのことに 120% で向き合わないと気が済まないというタイプでした。しかし何でもかんでも 120% 注ぎ込むと周りが見えなくなったり、突然燃え尽き症候群になったりと、かえって良くない方向に進んでしまうことがありました。そこで今ではいい意味で 60% くらいの力で臨むことを意識しています。もちろん今でも大事なことに全力集中する姿勢は変わりませんが、意図的にほどほどにしていることが多いです。例えば動画の編集。本当はもっと編集で面白くできるけど、あえて細かいところは見ないようにして、毎日投稿することを優先しています。だからこそ長く続いているのだと思います。体型維持に関しても同じですね。
頑張りすぎて1ヶ月と経たずに燃え尽きては、せっかくの努力が無駄になってしまいます。人生は長距離走です。長く走るためにはペース配分をして計画的に走ることも大切です。プロのマラソン選手だって水分補給は欠かせませんよね。いつも全力投球のあなたなら6割の力を意識するくらいでも大丈夫ですよ。失態を思い出しては自己嫌悪。あの時の未熟だった私も可愛いなと思える。あんなこと言わなきゃよかった。失敗した。相手になんて思われただろうか。などと過去の失敗、失言、失態を思い返して何度も何度も反省してしまう。そんなことはありませんか？私は20代前半までは過去の失態で自己嫌悪に陥ることに悩まされてきました。あの時あんな風に言わなければ、ああ、きっと嫌われた。これを反数思考というのですが、実はこの思考とっても危険です。なぜなら、この思考が続くと罪の意識が生まれ、こんな私が幸せになっていいのかとまで考えるようになったり、必要以上に人付き合いを避けるようになってしまうからです。しかしながら、思い出さないようにしようと心に決めても浮かんできてしまうのが嫌な記憶というもの。そこで私は思い出し方を変換してみることにしました。やり方は簡単。失態を思い出しそうになったら母なる気持ちで、あの頃の幼い自分、かわいいな、若いな、という目線で過去の自分を振り返るんです。だって過去の出来事を失態だったと捉えられるということは、その時より成長しているということだと思うんですよね。ですから、あの時はまだ幼かったな、とまるで子供を見る眼差しで記憶の中の未熟な自分を見てあげればいいのです。そうするとどんな失態もまだまだ未熟だったな、かわいいな、と思えてきます。成長した自分視点に切り替えて未熟だった自分を愛おしく思ってあげましょう。そして成長した自分に気づいて喜びましょう。いやー、成長したな。人と比べてしまう。人の良いところを見つける天才。あの人の方がすごい。あの人と比べたら私なんて、と考えてしまうことはありませんか？私のもとにはそんなお悩みが多く寄せられます。思うに他者を素直にすごいと思える人は人の良いところを見つける天才です。それに人と比べることは実は悪いことではありません。そもそも人間は比べる生き物。社会的比較といって何かと別の何かを比較して物事の価値を測っています。比べてしまうこと自体は当たり前なので問題ありませんよ。大事なのはそこからです。自分を卑下したままの人は残念ながら何も得られず終わってしまいますが、とあることを意識すれば自分自身の成長に変えることができます。それはこの人がうまくいっている理由は何だろうと考えることです。この人はなぜうまくいっているの？この人の魅力はどこ？こんな風に観察してみてください。そして真似する。良いところを自分に取り入れるんです。ひがむのではなく、私にも取り入れられそうなポイントはあるかなといった視点に変換してみましょう。例えば、仕事もプライベートも充実している同僚を羨ましく感じたなら、なぜ器用に両立できているのだろうと時間の使い方や考え方を観察してみましょう。もし直接聞けるようなら聞いてみるのも一つの手です。私は、この人めっちゃ仕事できる。私は全然こんな風にできていない。と感じたら、落ち込むよりも先に仕事のやり方を観察します。聞ける状況なら、どうやったらそんなに仕事が早くできるんですか？どういうスケジュールで動いていますか？などとすぐに聞いてしまいます。綺麗な方がいたらすぐに美容法を聞いて真似しますし、周囲に愛されている方がいたら言葉遣いや立ち振る舞いを観察して自分にも取り入れます。すると人と比べるという行為が成長のチャンスに早変わり、人の良いところを見つけるプロのあなたなら得意なはずです。
それからもう一つ。私はあの人よりできているかできていないかよりも過去の自分より進んでいるか進んでいないのかを意識して過ごしています。過去の自分より少しでも前に進もうという自分自身の比較もプラスしてみるとぐんと成長スピードが上がりますよ。なんだか生きづらい。自分の内側と向き合ういい機会。言葉にはできない生きづらさ。普通と言われることが普通にできないもどかしさ。私はずっと感じて生きてきました。特に上京して大学生になり一人暮らしを始めた頃からいつも感じていました。例えばバイトでミスばかりしてしまう。いつも同期に遅れを取る。毎日のようになんでこんなこともできないのと怒られてしまう。言われた通りにやるということが私にとっては本当に難しいことでした。私生活でも気をつけていてもとんでもないミスをしてしまったり、料理をしようとして家を火事に仕掛けたり、私はみんなができることができないダメ人間なんだと当時は思っていました。ですが、そんなことはありませんでした。ダメ人間などいません。綺麗事ではないです。だって、ダメ人間のレッテルを貼られていた私が、今では好きを仕事にできているし、人から感謝されるようなことを形にできています。もうほとんど生きづらさを感じることもありません。うまくいかなかったことって自分に合っていなかっただけだと思うのです。できるやつ、できないやつではなく、合っていたか合っていなかっただけだということ。これを多くの人が勘違いしています。そう、当時の私のように無駄に自分を責めたりなんかしながら、生きづらさを感じたのなら自分の内側とじっくり向き合ってみてください。私がやりたくないことは何？好きなことと嫌いなことは何？たくさん自分に質問してみてください。大切な人に見放された。いずれ消える他人より一生付き合う私が大事。悲しいですが、他人はいずれ消えていきます。最後のその時まで自分の人生を動かし、人生の責任を取るのは紛れもなく自分自身。だから何があっても自分自身を一番に大事にしましょう。大学生の頃、心療内科に通い出して、顔を見ただけで病んでいるとわかるような表情でいた時期がありました。明らかに様子が変わった私を見て、たくさんの友達が離れていきました。正直、関わりたくないと思われて当然だったと思います。それでも、私は私自身を見放さなかった。こいつもうダメだと匙を投げずに、ちゃんと私という人間に向き合いました。私がどれだけ落ちぶれても一緒にいてくれるのは結局私です。この世で一番私のことを考えているのは私。私以上に私のことを無条件に大切にしてくれる人なんていないと思うんです。私を見放した人はそれまで。自分の元に帰ってくるかどうかわからない人にすがるよりも、必ず帰ってくる自分磨きに有限の時間を使いましょう。一生付き合う私自身を一番に信じて愛してください。人生をやり直したい。人生はリセット OK。また一から楽しめるって最高じゃない？人生をやり直したいのなら今すぐやり直しましょう。人生はリセット OK です。かの人生ゲームだって選んだ職業やその時の運で最下位になる時もあれば1位になる時もあります。選択した環境と同じくサイコロを振って出た目によってルートが変わるだけですから、現実の人生もまた一からサイコロを振り直せばいいだけだと思うのです。前回の順位や前回の職業は関係ありません。だって新しいゲームなんですから。環境や人間関係をリセットして違う道を進んで、またダメだったら次も環境や職業をリセットして違う人生にして、何度だってやり直せばいい。ただの人生ゲームなんですから、リセットは自由です。そんなの人としてダメ。そう思いますか？あなたが人生を楽しめないことの方が
私にはよっぽど問題があるように思います。ここで出会えたあなたには、明日命が尽きても後悔しない人生を歩んでほしいと願っています。どんなことがあってもいつでもリスタート可能。そう考えると、どんな状況もポジティブ変換できると思いませんか？弱いからこそ強くあろうともがき努力した経験は私の財産です。私は私の力で自分自身を良くしようと頑張っているんだ。そう思うこと自体が、そして努力の過程までもが私に少しずつ自信を与えてくれました。時にはマイナスに考えてしまうけど、それでもやっぱり自信を持って笑っていきたい。弱い自分も受け入れながら強くなっていける自分になりたい。この本はそんな方におすすめです。さあ、今日から一緒に前向きな自分になるレッスンしていきましょう。弱さは才能。だって強くあろうと努力できるから。今回もプロローグ程度のご紹介でしたが、本書の雰囲気伝わりましたでしょうか？本書を読んでいると自分でもどんどん前向きになっていくのがわかります。あ、そっか、そう考えればいいんだっていうことから、新しい、その視点は全く考えたことがなかったということまで刺激を受けっぱなしです。ポイントは今のあなたのままでいいということ。無理やり頑張ったり汗水垂らして努力する必要なんかなくって、今こうして生きているあなたがそれだけで素敵に輝いた存在だよって伝えてくれるんです。そりゃ読むだけで元気が出るはずですよね。個人的にはこの想定も前向きになる感じがしてグッドです。これから上を向いて進みたい人、悩み疲れを払拭してエネルギーチャージしたい人にぴったりの一冊です。興味のある方はぜひ読んでみてはいかがでしょうか。そうそう、皆さん、冒頭にお伝えしたハッピーダイヤモンド見つかりました？ダイヤモンドの数は全部で5つでしたよ。どうです？見つかりましたか？見つけた時の小さな喜びも立派な幸せ。見つけたあなたは幸せを一つ積み重ねてハッピー度が上がってますからね。最後までご視聴ありがとうございました。これからも皆様の幸せづくりに役立つ情報をまとめていきたいと思いますので、チャンネル登録や高評価をしていただけるととっても嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。皆様に幸せが届きますように。